第二次世界大戦が終わると、日本がいなくなったインドシナでは、旧宗主国フランスからの独立を目指して、ベトナム独立同盟会、通称ベトミンが独立運動を主導していました。しかし、旧宗主国のフランスは、第二次世界大戦で大きなダメージを負ったばかり、大国の地位を維持しなければならない。国内の復興を進めなければならない。そのためにも植民地は絶対に手放せない、と考えていました。こうして独立を目指すベトミンと植民地の維持を目指すフランスはインドシナで対立するようになっていったのです。まずベトミンが注目したのはアメリカでした。アメリカは伝統的に反植民地主義を掲げてきた国であり、第二次世界大戦中にも戦後の世界では民族自決が目指されるべきであると主張していたからです。そのためベトミンはアメリカにベトナム独立を支援してほしいと期待するようになりました。しかしアメリカはインドシナ問題において中立を保つ立場を取ります。というのも当時は冷戦の真っ最中、アメリカはフランスと同盟関係にあり、さらにベトミンが影響を受けていた共産主義と対立していたからです。そのためアメリカはわざわざ共産主義勢力を支援するつもりはないと考えて、フランスが再び植民地支配に乗り出してもその動きに反対することはありませんでした。このようにアメリカの支援が得られない状況でもベトナムでは独立への動きが進んでいきます。そしてついにハノイ市内の広場で大規模な集会が開かれ、ベトナム民主共和国の独立が宣言されました。世界に向かって独立を宣言したのはベトミンの指導者であるホーチミンです。しかしこの頃のベトナム民主共和国はまだ国家としての実態が十分に整っておらず、フランス軍はお構いなしでベトナムでの支配地域を拡大していきました。ホーチミンは可能であれば戦争は避けたいと考えていましたが、フランスとの妥協は実現しませんでした。そしてついにフランス軍がベトミン軍を攻撃する事件が起こります。ベトナム北部で艦砲射撃が行われ、約6000人もの命が奪われたのです。その後フランス軍はハノイのホーチミン艦艇など重要施設を襲撃、ベトミンは大きな被害を受けました。しかもフランス側はこれを軍事行動ではなく警察行動に過ぎないと主張し、フランスの植民地で政府に反発する人々を平定しているだけだという論理で正当化しました。このような攻撃を受けたベトミンは一斉に反撃を開始。こうして始まったのが第一次インドシナ戦争です。この戦争が始まった当初、フランスは1週間もあればベトミン軍に勝利できると自信を持っていました。しかし実際に戦いが始まるとその考えが甘かったことを思い知らされます。ベトミン軍の抵抗は予想以上に強く、短期間で終わると考えられていた戦争は次第に長期化していきました。この戦争の長期化に直面したフランスは新たな方法を考えます。それがかつてベトナムの皇帝だったバオダイを担ぎ出すことでした。フランスは彼を擁立してフランスに友好的な政府を樹立し、その政府との交渉によって戦争を終わらせようと考えたのです。こうしてフランスによってベトナムにはベトナム国が成立し、2つの国家が並び立ち、その正当性をめぐって戦う構図が出来上がったのです。ここでインドシナの情勢を大きく変える出来事が起こります。中華人民共和国の成立です。建国間もない中華人民共和国は安全保障の観点から南方の安全を確保しようと考えていました。そこで中国は同じく共産主義の影響を受けていたベトナム民主共和国を承認します。この動きを受けてソ連もベトナム民主共和国を承認し、さらに東欧諸国や北朝鮮も次々とこれに続いていきます。このような東側諸国の動きはインドシナで中立的な立場を取っていたアメリカに大きな危機感を抱かせます。アメリカはベトナム民主共和国は東側陣営に加わった。ベトナムの戦いは共産主義との戦いであると考えるようになったのです。そしてアメリカはフランスやベトナム国への支援を開始。こうしてベトナムは冷戦の構造に組み込まれ、その最前線となっていったのです。しかし第二次世界大戦で大きな損害を受けていたフランスでは、戦後も経済の立て直しが進まず、収支の悪化やインフレなど困難な状況が続いていました。そのような状況の中でインドシナでの戦争を続けていたため、フランスは決定的な勝利を得ることができず、戦局は次第に膠着状態となっていきます。この膠着状態を打ち破ろうとしたのがベトミン軍でした。ベトミン軍はフランス軍の防御が比較的手薄だったベトナムからラオス、カンボジアにかけての高原地帯へ主力を振り向けることにします。
この動きに対しフランスも大きな勝負に出ることを決めました。そこで注目されたのがラオスとの国境に近い盆地ディエンビェンフーです。もしもここを制圧できればラオスからベトナムへ通じていたベトミン軍の補給路を遮断できる上、北部山岳地帯に展開するベトミン軍の主力を背後から圧迫することができます。こうしてディエンビェンフーが決戦の舞台に選ばれたのです。フランス軍はディエンビェンフーに陣地を築き、盆地の中に要塞を構えて立てこもりました。この要塞をおとりにしてジャングルに潜むベトミン軍をおびき出そうと考えていたのです。実際にベトミン軍はこの盆地へ集結していきますが、ここから事態はフランス軍にとって予想外の展開となります。なんとベトミン軍は中国から供給された大砲を盆地を囲む山の上まで運び上げたのです。このような事態を想定していなかったフランス軍は激しい砲撃を受けて要塞の防御を次々と破壊されていきました。さらに雨が降ると陣地は水に浸かり、泥に埋まり、戦場は死体の悪臭に包まれていきます。しかもベトミン軍は飛行場の機能を奪うことにも成功しました。その結果、フランス軍は食料や弾薬などの補給ができなくなり、決定的な打撃を受けます。追い込まれたフランスはインドシナからの撤退を模索し始めますが、飛行場が使えないため撤収することすらできませんでした。このような状況を見たアメリカは窮地に陥ったフランス軍を救うため軍事介入案の検討を開始します。その中には原爆の使用を含む案すら存在していました。しかしこの案に対してイギリスやソ連などは戦争の拡大を強く警戒します。もしもアメリカが介入すれば中国が参戦する可能性がある。朝鮮戦争の二の舞となる。この戦争が第三次世界大戦に発展するかもしれないと考えられていたのです。朝鮮戦争を終えたばかりの中国も国内の復興を優先するため安定した国際環境を望んでいました。そして戦争の当事国であるフランスも長年の戦争によって国民の疲労が限界に達しています。こうして第一次インドシナ戦争は多くの国が外交的な解決を望む状況となり、スイスのジュネーブで開かれる国際会議へと持ち込まれることになったのです。このジュネーブ会議が始まった時、ベトミンはすでにベトナムの国土のおよそ4分の3を掌握していました。しかしこの会議はアメリカ、イギリス、フランス、ソ連、中国という5大国とベトナム民主共和国などインドシナ現地の代表によって構成される大国主導の会議でした。そのため会議では戦場の現実よりも大国の政治的な判断が優先されることになります。こうして交渉の中で浮上したのが北緯17度線付近で暫定的な軍事境界線を設定し、ベトナムを南北に分けるという案だったのです。戦場の状況から見れば、ベトミンにとってこの案は到底受け入れがたいものでしたが、戦争の終結を望んでいた中国とソ連はホーチミンに対してこの主張を受け入れるように圧力をかけます。こうしてジュネーブ休戦協定が成立し、ベトナムは北緯17度線を境に南北に分断されることになったのです。しかしアメリカはこのジュネーブ協定に調印していません。というのもジュネーブ協定ではフランス軍の撤退と2年後の南北統一選挙を実施することが決められていたからです。アメリカはもし南北統一選挙が実施されればホーチミンが当選する可能性が高いと判断して調印を拒否し、ジュネーブ協定に拘束されない立場を選んだのです。そしてアメリカは反共産主義を掲げる民族主義者ゴーディン・ディムを支持し、ベトナム南部に新しい政権を築いていきます。こうして南ベトナムは共産勢力に対抗するための最前線となっていきました。この時にアメリカが提唱した理論がドミノ理論です。ドミノ理論とは、もし世界のどこか一箇所で共産主義の勢力拡大を許してしまえば、それがドミノ倒しのように次々と周囲の国へ広がり、やがて全世界が共産化してしまうという考え方です。この理論によれば、もし南ベトナムが共産化すれば、その影響はすぐに東南アジアの周辺国へ広がり、最終的には台湾や日本、さらにはオーストラリアまでもが共産化する可能性があると考えられていました。こうしたドミノ理論に基づきアメリカはアジア各国で共産主義の拡大を阻止するため、介入の手を広げていくことになります。このドミノ理論に基づいてアメリカが結成したのが東南アジア条約機構、通称シアトーでした。この機構にはイギリス、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、タイ、パキスタンなどが参加します。その目的は東南アジアにおける共産主義勢力の拡大を阻止することでした。
こうして東西両陣営が全面戦争への拡大を避けようとしながらも、同時に軍事同盟を拡大していった結果、世界はさらに東西冷戦の対立構造へと組み込まれていくことになります。そして南ベトナムでは首相のゴーディンディムが南北統一選挙は実施しないという姿勢を示します。アメリカもこれを支持したため、ホーチミンが期待していた選挙による南北ベトナムの統一は実現しないことになりました。さらにディエムはフランスの影響下にあった国家元首バオダイを退けてベトナム共和国を成立させます。こうしてベトナムでは北緯17度線を境界として南北の分断が固定化され、この地域は冷戦の最前線となったのです。